皆さん、こんにちは。ドミニコです。Today we have a guest from Chiba who was teaching before in a language school and has changed to online teaching. We will ask her why she changed and what are the advantages or disadvantages in online teaching versus normal teaching. Haru Sensei, thank you for coming. こちらこそありがとうございます。You graduated with law degree from university, そうですね。 which is very unusual for a Japanese language teacher. そうです。And you were teaching at the language school, typical Japanese language school. How long did you teach there for? もうちょうど3年、もうすぐ3年かな。もうすぐ3年になりますね。And now you're teaching online. そうです。今はオンラインだけです。Before switching to online only, you started teaching online and also at the school. そうです。 And at the moment, just online. そうです。Can you tell us why did you change? 日本語学校はやっぱり昔からある日本語学校とか、今最近新しくできた日本語学校とかいろいろあるんですけど、やっぱりルールとかがそれぞれ同じで、お給料とかもあんまりほとんど同じ、関東でもほとんど同じ感じで、一番入ってから一番最初のお給料はだいたいこのくらいだよっていうのが決まっていて、であんまり基本的にはお給料変わらないんですよ。1年働いても2年働いても変わらないし、そうだからなんだろう、ちょっとやりがいがなくなっていくというか、でサービス残業とかやらなければならないことがたくさんあって、その中で授業もあってっていうので、大変なことが結構多いんですね。なのでだったらオンラインで結構生徒さんがいたので、じゃあここからもうフルでオンラインでやってみたらどうかなと思って、それで今結構学校を辞めてからの方がすごく良くなっているかなという感じがします。 So how about money-wise? うんうんうん。 How much was on average, let's say, per hour in typical 日本語の学校？日本語の学校は45分授業とかで、だいたい45分のところが多いと思うんですよ。で45分のところがあって45分に対して授業のお金が出るんですよ。なので休み時間とか、あとその後のペーパーワークですね、事務作業とか報告書みたいなのを書かなければならないんですが、そこにお金は出ない、お給料は出ないので、その分ちょっと、あとは通勤時間とか通勤とかもありますし、お金に関してはやっぱりオンラインだけにした方が私としてはかなりプラスかなと思います。 So at the school, how much the school paid per hour? だ45分。45分で1900円。1900円。So, and 今1時間オンラインいく今ら？ 1時間ですか。まあ3400円、3500円くらいかな。1時間だったら。So 3500円。そうです。And this rate actually it's not expensive for online teaching, yes? そうですよね。そううんうん。 So there are many teachers they have higher rates, so you're thinking of increasing maybe the rate. そうです。 How different it's for a teacher was teaching that 20人 for example versus now private online. なんだろう、プライベートだとその人のレベルに合わせてその人がやりたいこととかすごくフレキシブルなんですよ、常に。だから例えば、じゃあ明日のクラスはこのニュースを一緒に読みたいです、日本語の文法を勉強しながらニュース読みたいですって言われたら、じゃあそうしようってなって、こちらもちょっと楽しい面白いニュースを用意したりとか、なんかこの文法が役に立つかなと思ってちょっとアンダーライン入れて送ったりとか、そういうのがちょっとフレキシブルにできていて、なのででもグループの時は絶対に決まってる学校ですね。学校の日本語学校のクラスは前日の先生からこう報告書が送られてきて、これをやってくださいねみたいな、それはもう 1ヶ月のスケジュールとかが決まってるから、それ通りに全部やらないといけないじゃない。それは大変かな。So it's easier to teach one student online than 20 students. そうですね。プライベートでオンラインで1人の方がやっぱり集中してその人に対して全部フルコミットできるから、それはすごく相手も多分こう
レベル、自分のレベルがよくわかるし、私もこの人だけをこう1時間しっかり見てるから、あ、先週よりすごく良くなってるなとか、1ヶ月前よりだいぶ日本語上手になったなとか、そういうのがわかるので、やっぱり私はプライベートの方が日本語の能力、日本語の力は上がっていくのが早いかなと思います。 So big advantage for student and actually and for teacher too, much easier and thenそうですね。 How long you were traveling from home to school when you were teaching at school? By car or train? そうですね、なんか通勤時間に関してはその日本語学校に行くときはもし電車だったらね、電車だったらまあドアトゥードア40分ぐらいかかってて、勉強があって日本語教師って荷物がめちゃめちゃ多いんですよ。なんか教科書とかもなんか5冊ぐらい持ってるので、なんかもうバックパッカーみたいなやつ。同じ学校さねとは毎日バックパッカーなの。小学校水となんか教科書と辞書とみたいなで、自分のメモしたやつと、で私は iPad とかラップトップ持ってってたから、それもあって、いつもなんかもうバックパッカーみたいなとか、カバン2個みたいな、それでちょっとなんか痛いなみたいな、体がちょっと大変だなと思って、途中から車で行き始めたんですよ。そしたらその車は朝が渋滞がすごいから1時間半近く、1時間半ぐらいかかるのと、めっちゃ遠くなってというか遠く感じるじゃないですか、時間が長くなって。なのでやっぱり時間、タイムイズマネーだから時間を考えてもやっぱり日本語学校をやめて、その分プライベートのレッスンを入れてした方がかなりいいと私は思っています。 On average, how much you would say that a person, a teacher, need to spend daily going and going back to school? 1500円とか2000円ぐらい、往復でね、行って帰ってきて2000円ぐらい。 Even if you have car and you need to pay for car park and all that stuff. それもかかってた。毎日なんか私は車で行ってたけど、やっぱり車のカーパークのお金は出ないから、そうですね、1日でもそう結構600、700円とかはかかると思う。 This is actually very, very interesting because I think nobody is calculating this type of things. Everyone can see when they look for a job and when they decide which job to take. Oh, for example, 2,000 yen per hour. So they think they make 2,000 yen, but actually they don't think how much time they will spend, how much it will cost to get to the school. Plus, school on average, if it's you are not full time, yes. So not full time on average, they were taking like 10% of that. そうですね、基本 10% 取られたり for tax. そう、タックス。 I will make calculation on the whiteboard very soon. How much actually teachers are making, because it's totally not that amount that the schools is advertising or that is in a contract when you sign up a contract as a teacher. And we compare this to online teaching, because for example, if you teach online and you charge, let's say, 3,500 yen, what are your expenses? Do you need to go anywhere? No. Like zero. So you can wake up later, or you can wake up same time and teach 1 more hour extra, which means you normal teacher going to work an hour and going back, let's say 2 hours wasted. You make 7,000 yen in this time. そういうこと。 Plus you don't spend money for the ticket. Super flexible. You can teach from toilet. Anywhere. Hey, students don't know and they don't care. So this is, and then how about like stress? And were you stressed at school before for many different reasons? Maybe management, maybe boss, maybe students, maybe rules, or maybe even transport, traffic, and then stuff. そうですね。ストレスが一番私としてはなん
くなってよかったこと、そのストレスに関してはすごく大きいと思います。もちろん今日本語学校で働いている先生方がすごくストレスフルっていうわけじゃないと思う。もちろん楽しく毎日楽しく学生に教えて、それが楽しい人もいると思うんですけど、なんだろう、日本にある日本語学校のあんまり良くないポイントとしては、本当は学校に留学して勉強したいと思っていないのに、とりあえずビザ欲しいあ、そうなんかです。ビザ欲しい、アルバイトしたい、だから学校に行かなければ留学ビザは下りないので、そのために留学生になっているっていう人もいて、そういう人たちってやっぱりモチベーションは全然違いますね。モチベーションがかなり低い人と、大学に行きたいんですっていう人が同じクラスにいて、やっぱりちょっとバトルになったりとか、モチベーション違うから、こっちの人にはこう教えて、こっちの人にはみたいな、そういうのがすごくストレスだったりとか、なんか私としては、やる気がないんだったらやらなければいいじゃん、来なければいいじゃんって思うんだけど、いやいやビザのために学校来るしかないんですよみたいな。なんかそれになるとちょっと私は日本語を勉強したいと思ってくださる人に勉強を教えたい、日本語を教えたいっていう気持ちだったから、やっぱりその日本語の先生になる前と日本語学校で働き始めた後のギャップがすごくて、なんかこんな感じなんだっていうのがすごくあったので、それがストレスになっていたので、やっぱりそれがなくなって、今は先生日本語みたいな人たちが多いから、すごいなんかモチベーションすごい高い人が多いので、私も一緒にモチベーション高くなるし、もっと頑張ろうと思うし、だからお互いになんかレベルアップじゃないけど、私もなんか生徒さんのためにレベルアップしたいっていう気持ちになりますし、あとは学校の日本語学校ってやっぱり昔からのスタイルをずっと続けているところが多いので、ルールがすごく細かくって、なんかそういうのもなんだろう、それが好きな人もいれば、私みたいにちょっとフレキシブルみたいなタイプの人もいるから。So those rules actually, except for some rules I know because I run a language school, that we need to have some rules as a school. But in general, the most of the rules that typical Japanese language school have makes no sense for anyone. Not for teachers, not for students, even for myself. No, that's. And one more thing I would like to ask, because you are not a full-time, but I was told that you were offered full-time job. そうですよね。結構前から先生がフルタイムになってとか、そういうふうにちょっと言われたりとかはしてたんですけど、なんかフルタイムは本当に考えていなくて、もし私が日本語学校でフルタイムの先生になったら、私の人生は多分なくなっちゃう。私の人生の楽しい部分が本当にゼロになっちゃう。なんか私猫飼ってるので、猫大好きだし、猫と遊ぶ時間も欲しいとかで、おばあちゃんをちょっとケアしてる時間もあるんですけど、おばあちゃんと一緒にお買い物行ったり病院行ったりもできないとか、なんかそんな感じでちょっと自分の人生がもう学校だけになっちゃうっていうのを分かっていたし、フルタイムの方ってやっぱり残業も多いだろうし、多かったんですよね。見ていた感じ残業も多いし、それがちょっとで、もちろん残業代は出してくれるところもあるかもしれないけど、私が働いていたところは残業代とかはもうゼロで出ないんですよね。サービス、それはちょっと私は無理っていう感じでした。So actually it's a good point, because many of teachers or people thinking about teaching, they have either part-time job or another job, but they can easily spend few hours a day that is flexible to teach online, where the kids are sleeping or anytime. And actually working that few hours a day, they can make pretty much same or better money than working full-time at a language school. And how much did the language school offer it you as a full-time, the salary? 20万円とかなんじゃないかな。20万, like for me, that 20万 is different than for Japanese people, because
そうね。in Japan, you have that base salary うんうん。 that they deduct later. そうそうそう。 So on the contract you have 20 man, but actually to your bank account うん。そうそうそう it goes less. Let's say 17 man, so 3 man そう sayonara. そうそう、下がる。そういろいろ引かれて17万ぐらいになると思うし、Could you tell us on average how many students maybe or how many hours do you have like last month or on average? Online now. 私のオンラインなんですよね。 Because maybe students are not that important because you may have less students but they may have more hours. うんうん。 But how many hours on average do you have? 私はオンラインのプラットフォームで、学生さんを教えていて、他にも企業、海外の会社と契約をして、その社員の方に教えるっていうのを2つでやっているフリーランサーなので、それを全部まとめると、1ヶ月でも120クラスぐらい。120. So. I will do calculation for everyone who is well too busy to do calculation. But if someone can calculate 120 hours times 3,500 yen, 例えば and see this amount versus going to a language school and bringing money after or expenses, I think it's a big difference. So actually we can easily see that the money from online teaching, not only online, but let's say this is a good example, online, switching very simple to online teaching where no license is required and super freedom, anyone can do this, you immediately make more money than any language school, or most of them, let's say, not saying any, than most of the typical language school that they have rules, requirements, and they pay, well, not enough money, I would say, for living even. So being a Japanese teacher, it's not bad, but choosing where to be Japanese teacher and who to teach makes huge difference in understanding. So Haru Sensei, today thank you for coming. こちらこそありがとうございました。秋田とってもいいところで。ありがとうございます。じゃあ、thank you guys and see you next time. ありがとう。